皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの解説をお届けします。この動画では433のポゼッション戦術を解説します。433はポゼッションにおける王道のフォーメーションと思われがちですが、少なくとも e フットボールにおいては非常に難しいフォーメーションです。それはシンプルなポジショナルプレーができない上、相手のカウンターを受けやすいといった理由からです。従来の動画ではこれらの問題を可変システムを採用することによって解決してきましたが、この動画では433のフォーメーションそのままの形での戦術を解説します。当然これまでとは違ったプレーが必要になりますが、その分新しい発見ができる内容になっています。ぜひ最後までご視聴ください。ここではまず433の特性と今回の戦術の概要を解説します。433について考える場合、シンプルなポジショナルプレーとの比較が最もわかりやすいと思います。ポジショナルプレーでは偽サイドバックや偽センターバックなど何らかの可変システムにより3223や2323といったフォーメーションを作り、攻撃時はその形をベースに戦います。このようなポジショナルプレーの特徴は中央に選手を配置することでそこでのボール保持を安定して行えることです。例えば3223のフォーメーションでは守備的ミッドフィルダー2人、攻撃的ミッドフィルダー2人の合計4人が中央でプレーします。2323の場合はさらに1人増え5人になります。このように中央に人数をかけることでボールを保持し、相手が中央に寄ってきたところでサイドに展開してウィングの選手でドリブルを仕掛けるというのがポジショナルプレーの基本的な攻撃の流れです。では今回のように可変システムを用いることなく433の形のままで戦う場合はどうでしょうか。433は守備的ミッドフィルダー1人、攻撃的ミッドフィルダー2人の合計3人しか中央に配置できません。中央エリアを支配するためにはこれでは人数不足です。さらにサイドに目を向けるとウィングとサイドバック2人の選手がいることになります。ポジショナルプレーでは各サイドでプレーするのは1人で良いので、今度は逆に人数型です。このような中央での人数不足とサイドでの人数型、これらが433がそのままの形でプレーするのが難しい理由です。ではこれらの問題をどのように乗り越えれば良いでしょうか。ポイントになるのはタスクの流動化です。先ほど解説した3223や2323のポジショナルプレーでは各選手のタスクは固定的でした。守備的ミッドフィルダーは低い位置でボール保持を安定させ、攻撃的ミッドフィルダーはライン間でボールを引き出し、ウィングはサイドで幅を取るといったタスクです。しかし433でこのような固定的なタスクを割り当てても人数不足や人数過多でうまくいきません。それならば各選手が複数のタスクを担うことにより問題を解決しようというアイデアです。そこでここでは4つのポジションのタスクを流動化します。まず1つ目がウィングのタスクです。ウィングの選手は基本的にサイドでプレーをスタートしますが、状況によっては中に絞り、さらにそこから裏に抜ける動きを行うことで得点につなぎます。ウィングとして幅を取るタスクから中に絞り攻撃的ミッドフィルダーのようにプレーし、最後はストライカーのように点を取るタスクへの変化です。2つ目がサイドバックのタスクです。スタートはサイドバックのポジションですが、ウィングが中に絞る動きと合わせて高い位置に進出して幅を取ります。サイドバックとして低い位置でビルドアップに関与するタスクからウィングのようにサイドで幅を取るタスクへの変化です。3つ目がインサイドハーフです。本来であれば攻撃的ミッドフィルダーのポジションですが、状況に応じて一つポジションを下げ、守備的ミッドフィルダーと横並びになります。ライン間でボールを引き出すタスクから低い位置でボール保持を安定させるタスクへの変化です。4つ目がセンターフォワードのタスクです。本来であれば点を取るポジションですが、そこからライン間に下がってボールを受ける役割も加えます。ストライカーとして点を取るタスクからライン間でボールを受けるタスクへの変化です。このように4つのポジションに複数のタスクを与えることで433の人数不足や人数過多を解決します。当然、タスクが固定的だったポジショナルプレーより難しくはなりますが、その分即興的な判断による予測不可能なプレーが生まれやすくなるのが特徴です。では、各選手にこのような流動的なタスクを与えるにはどのような選手起用をすればよいでしょうか。続いて今回使用するスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションそのものに特筆すべきことはありませんが、両ウィングに選手指示でラインダウンを設定することにより、守備時は451のブロックを作るのがポイントです。守備にも人数をかけることで失点を防ぎ、自分のペースで試合を進めることができます。では各ポジションの人選を見ていきましょう。まずはウィングの選手。
ここはウィングストライカーとクロサー以外の選手を起用します。これら2つのプレースタイルは外にポジショニングする傾向が強く、先ほど解説したウィングの流動的なタスクを実現しにくいためです。また、この戦術においてウィングは最も得点を決めるポジションでもあります。そのため、オフェンスセンスや決定力を重視したストライカー的な選手を起用します。さらに先ほど触れたようにラインダウンにより守備にも参加するのでスタミナを消費しやすく、控えの選手を準備しておくことも重要です。次にサイドバックの選手。ここには攻撃的サイドバックを起用します。選手指示は設定せずに使うことで低い位置と高い位置の流動的なポジショニングを実現します。次にインサイドハーフの選手。ここは CMF、プレースタイルはボックストゥボックスかプレーメーカーがおすすめです。これらのプレースタイルは幅広くポジショニングしてくれるので、攻撃的ミッドフィルダーと守備的ミッドフィルダーを切り替える流動的なタスクに最適です。また、シュートを打つ場面はそこまで多くないので、パスや守備が優れたバランスの良い選手がおすすめです。次にセンターフォワードの選手。ここはラインブレイカー以外の選手を起用します。いくつかのポジションに流動的なタスクを設定したとしても、中央の人数が少ないことは変わらないので、センターフォワードもポゼッションに関与する必要があるためです。また、中に絞ったウィングに対してラストパスを供給する場面が多いので、パス数値が高い選手を起用することも重要です。最後に DMF の選手。今回の433では純粋な守備的ミッドフィルダーの選手が1人しかいないため、相手のカウンターを防ぎにくいことも問題になります。これを根本的に解決する手段はありませんが、DMF に守備力と機動力の高い選手を起用することで対策します。相手のカウンターにおいては中盤のスペースを1人で守りきるイメージです。以上が今回のスカット解説です。続いて試合でのプレーを紹介していきます。まずはビルドアップについて解説していきます。ここまで何度か触れているように433は守備的ミッドフィルダーが1人しかいません。それはすなわち中央からのビルドアップが難しくなることを意味します。そこでポイントになるのがウィングのクロスランです。手順としてはプレーが難しい中央からではなく数的優位が作りやすいサイドから前進しウィングにボールを預けます。ボールを持ったウィングでミッドフィルダーにボールを預けると同時にクロスランを入力。再び中でボールを受け直すことで次の展開へとつなげます。ウィングが中に絞ることを促すプレーでもあるので、相手を押し込むために積極的に使っていきたいプレーです。次にフィニッシュの局面を解説します。この戦術において最も点を取るのはウィングの選手です。中に絞ったポジションから裏に抜ける動きで得点につなげます。完全に中央に入ったり、明確に斜めに走るというわけではありませんが、その曖昧さが相手が読めない攻撃につながります。ゴール前ではまずウィングの選手を見ておくことがポイントです。
Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Shooting. Shooting. ここまでウィングの裏抜きによるフィニッシュを見てきましたが、ウィングはラインブレイカーのように高頻度で動き出すわけではないので、このような得点パターンは難易度が高いのも事実です。そこでウィングの動きに合わせられない場合には、センターフォワードにボールを預けて下がる、もしくはキープするプレーが重要になります。明確なビジョンがなくても、とりあえずセンターフォワードに預ければ、相手のセンターバックが釣られてスペースが生まれ、ウィングが走り込む確率が高くなります。シンプルにウィングを使うのが難しい場合には、このようなプレーもぜひ試してみてください。また、ウィングではなくセンターフォワードが裏に抜けるパターンでも得点可能です。ポゼッションに関与するポジションでありながら、セカンドトップではなくセンターフォワードとして起用しているのはこのためです。今回は比較的裏抜けが少ないリンクフォワードを起用していますが、それでも重要な局面ではしっかり動き出してくれます。フィニッシュにおいてまず見るべきはウィングですが、その次に見るのはセンターフォワードで、どちらか一つに固執することなく柔軟に使うことが重要です。今回はシンプルな433でのポゼッションを解説しました。
フォーメーションそのものはシンプルですが、戦い方は少し難しいと思います。ただ、先日の非対称325の動画でも解説したように、安定したポジショナルプレイからの脱却は新しい戦術を生み出してくれます。今回の433も流動的なタスクという新しい考え方によって、従来のポジショナルプレイを超えていけるものになっていると思います。ぜひこの動画を参考に試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。